俺の名前は福島壮太。中小企業の営業部に勤めるどこにでもいる会社員だ。20代も後半になり、結婚適齢期に差し掛かってきた今日この頃。仕事も順調に慣れてきた頃だし、俺も温かい家庭を築くことを夢見たりしている。もちろん相手がいるからそんな夢を抱けるわけで、俺には自慢の可愛い彼女、サキがいる。サキは俺が初めてこの会社で一人で任された取引先の社長令嬢。仕事で来ていた俺を会社内で見つけて声をかけてくれたのが始まりだった。フランクな態度に初めはご令嬢だということに気がつかなかった俺は、緊張のあまりベラベラと仕事に関係ない話を続けた。そんな姿に好感が持てたんだと、サキは付き合い始めた後で聞いたことがある。やがて何度か仕事で顔を出した時、サキの方から直々に俺に告白をしてきた。当時異性と付き合うのが久しぶりだった俺は、嬉しさのあまりそのまま承諾。しかし、よくよく考えれば自分の取引先の社長令嬢。安易に付き合うことになってしまったことに少しビクビクしてはいたものの、次に商談に向かった時にはすでに社長の耳に入っていた。社長も俺の仕事ぶりを見て付き合いを承諾。俺とサキは晴れて親の公認カップルとなったのだ。付き合い始めてからそろそろ2年が経つ。順調に愛を育んでいる俺たちには結婚の文字もちらついているに違いない。正直、社長令嬢とただの営業平社員ではいろいろと格差は感じるものの、そんなことを考えさせないほど俺とサキの仲は深まっていると信じている。だけど、俺のサキへの思いとは裏腹に彼女に告げることを躊躇していることがあった。それは俺の家族のことだ。俺の家族はいわゆる一般的な家庭で、両親の愛を一身に受けて育った。優しい母と少し厳しさもあるけど様々なことを教えてくれる父。何の不自由もなく当たり前のように学生生活を過ごしていた俺だが、数年前にそんな俺たちの幸せな家庭に影が落ちる。俺がこの会社に入ってすぐの頃、母が不慮の事故に遭った。幸い命に別状はなかったものの、事故での損傷が大きく、車椅子生活を余儀なくされた。最初はその事実に直面し、ショックを受けていた俺たちだったが、当の本人である母は気丈に振る舞っていた。悔しさや悲しさを感じるのは母のはずなのに、俺や父に心配をかけまいと常に笑顔を絶やさなかった。やがて少しずつ俺と父は母の状態を前向きに受け入れることができた。母も俺たちになるべく手を煩わせないようにと、車椅子の移動や日常の生活をこなせるようにリハビリに精を出した。その結果、今では車椅子での生活に慣れ、たくさんのことを一人でできるようになっている。しかしどうしても元気だった頃のようにすべてのことをできるわけではないのは事実だ。母の努力はもちろん凄まじいけれど、必ずどこかしらで手を貸してあげなければいけない場面は幾度となく出てくる。福祉の手を借りることももちろんあるが、大概は俺か父が代わる代わるに見ている状態だ。母のことを俺はまだ先には打ち明けていない。結婚を前提に付き合いをしている気持ちの俺からしてみれば、早くこのことを打ち明けて理解してもらうのが得策なのは分かっている。でも、先の性格を考えると、どうしてもためらってしまう。先は社長令嬢として育てられてきているので、一般家庭育ちの俺と付き合っていても、ところどころで価値観や考え方のズレが生まれる。その度に俺が譲歩して軌道修正してはいるものの、先の生まれ持った自由奔放さには正直驚かされることはたびたびあるのだ。結婚をすれば俺が母の介護に行ったりすることは今まで通りにあるし、もしかしたら何かしらの不測の事態で
夫婦の予定を崩してしまうなんてことになるかもしれない。もちろん、できることなら、先には負担をかけさせずに生活していきたいとは思っているものの、母の現状を考えると、どこまでそれができるのか、俺も想像がつかないのだ。先が母のことを話して、どこまで理解してくれるのか。結婚したいという気持ちに嘘はない。けれど、母を父にだけ任せきりにすることはできない。二人の狭間でずっと考え続けていた俺。でも、考えていたって始まらない。俺は思い切って先にプロポーズをする決意を固めた。きっと先なら母のことも理解してくれるはずだ。俺は勇気を振り絞り、プロポーズをするための準備を整え始めた。数ヶ月後、俺は先のために奮発したレストランディナーと指輪を準備。意を決して結婚するためのプロポーズを始めた。はじめは突然サプライズで普段行くよりもいい店に通されたと思い、サキは嬉しそうに無邪気な笑顔を浮かべていた。そしてついにプロポーズをするタイミングが訪れる。サキ、今日は話したいことがあるんだ。そう言って真剣な表情で見つめる俺に、彼女も何かを察したように話に耳を傾ける。プロポーズには母の現状や俺の家族の話を盛り込み、すべてを話した上で結婚したいと告白。サキなら受け入れてくれると信じて、俺は用意した婚約指輪を彼女に差し出した。俺と結婚してください。しばらく沈黙が続いた後、俺は耐えきれずにサキの表情を伺う。すると、先ほどの無邪気な笑顔とは一変。サキは無表情のまま俺の差し出した指輪を見つめていた。何言ってるの？結婚なんかするわけないじゃない。ため息をついた彼女の口がおもむろに開く。ついて出た言葉は俺の予想を反する断りの文句だった。結婚したら自分の自由もなくなるんでしょ？そんなお荷物嫌に決まってるでしょ？馬鹿にしたように鼻で笑うと、サキは続けた。しかも、母親の面倒を見ながら仕事してるなら、早退とか残業できないとか、いろいろ仕事にも支障きたすじゃん。そんなんじゃ出世も望めない。将来もっと稼ぐだろうと思って付き合っていたのに、絶望的じゃん。淡々と話すサキの言葉は、ナイフのように俺の心に突き立てられる。サキは、俺が出世することを期待して付き合っていたんだ。やはり身分の格差があるものの、ある程度は彼女に釣り合えるような職歴じゃないと認めてもらえないということだったのか。何よりも意を決して打ち明けた家族の話をお荷物という言葉で罵倒されたことに悲しみがこみ上げてくる。サキは少しわがままなところがあったとしても、俺は彼女に優しい心や他人の痛みを感じる心があると信じていた。突然の話で驚くのは仕方がないことかもしれない。しかし彼女の言い分は、驚いて気が動転しているというよりは、自分の計画を崩されてがっかりしているような口ぶりだ。もういいわ。将来が見えなくなった以上、付き合う必要もない。別れましょう。そう言って、彼女は呆然とした俺を残して足早に店を後にした。残された指輪だけが虚しく光り輝いている。転勤ですか？サキと別れて2ヶ月後、俺は突然の事例に驚きを隠せなかった。気持ちを切り替えるために仕事に打ち込んできた日々。しかしそれとは裏腹に、どうしても自分が母を見なければいけない日もあった。上司が言うには、サキと別れたことで、先方の社長から担当の変更を申し出され、俺はポジションを外された。成績自体はもともと悪くなかったものの、その会社が自分の成績に反映しなくなったことで、
落ち込みが目立ってしまったのだ。さらには母に費やす時間にも波がある。少ない時と多い時の変動が大きく、今の視点で仕事をするよりも介護がしやすい比較的暇な営業所に移る方が働きやすいだろうという会社からの心遣いもあるそうだ。いいように言っているが、結局は体よく俺を追い出そうとしているのが目に見えて取れる。返事を数日待ってもらう形で、俺は今後の自分の働き方を見つめ直すことにした。家に帰ると変わらない母の笑顔がそこにはあった。介護の時間を確保したことで会社を追い出されそうになっている事実は口が裂けても言えない。力ない笑顔を返す俺に母は何かを察したように言った。そういえば、あんた仕事は順調なの？突然確信をついた問いかけをされて、俺は思わず口ごもる。その様子を見た母は、そのまま話を続けた。ばあちゃんたちがそろそろ旅館閉めようかって考えているみたいだよ。もう年だし、体が限界だからって。跡取りがいればいいけど、私はこの体で継ぐことができないし。あんたが嫌じゃなかったら、あの旅館、継いでみたらどう？母の実家は老舗の有名旅館。趣がある立派な庭園が人気で、有名人がお忍びで通うほどの人気ぶりだ。母は一人娘で、事故に遭う前は跡取りになるつもりで仕事に通っていた。しかし、もう母の体ではそれは不可能。継ぐ人間がいなくなった今、泣く泣く旅館を手放そうかという話になっているんだそうだ。正直、転勤になるタイミングでこの話が来るのは、俺にとっても都合が良かった。何が何でも今の仕事に執着したいわけでもないし、母自身も生まれ育った環境に戻れるなら、気持ち的にも今より落ち着いて日々を過ごしていけるのではないか。何より今住んでいるところよりも自然は多い。距離的にはそこまで離れているわけではないものの、新たな環境にするのならすべていい機会だと思ったのだ。わかった。俺が旅館を受け継ぐよ。翌日、俺は会社に退職する旨を伝えた。1ヶ月後、仕事を引き継いだ俺は両親と一緒に祖父母の営む旅館へ移り住んだ。俺たちに旅館を任せることになった祖父母は今までの分羽を伸ばしてくると世界旅行に旅立ち自由を謳歌している。仕事を継ぐ決心を固めたはいいものの、右も左もわからない真新しい業種に四苦八苦する日々。母からの助言や長く勤めている従業員たちに指導を受けながら、俺はなんとか旅館で働くことに慣れていった。がむしゃらに働いて5年の月日が流れた。昔ながらの良さを残しつつ、時代の流れに合わせた新しい試みに取り組んだ結果、旅館は以前よりも多くの客層に支持されるようになった。祖父母はそんな俺の頑張りを見て、すべてを任せると遺産を生前贈与。俺たち家族の生活は今までとは一変。気づけばものすごい額の資産を持つことになっていた。とは言っても、日々の目まぐるしい生活の中で、そんなに豪遊する機会もない。祖父母はそうやって貯めたお金を、やっと今好きなように使って自由気ままな生活をしているんだろうと微笑ましくなった。ある日、いつものように朝食をとりながら部屋でテレビを見ていると、とある会社の経営破綻による倒産のニュースが流れていた。聞き覚えがあるその会社名にハッとして、俺はまじまじと画面に視線を向けた。倒産したと報道されている会社は、先の父親の経営する会社だったのだ。突然のことに驚きながらも、今はもう何も関係がない俺は、自分が仕事をしていた時のことを思い出し、少し物悲しい気持ちになっていた。もしも俺が仕事を辞めずに転勤していたら、少なからずこの影響は
俺にもあったのだろう。そう考えると正しい選択ができていたのかもしれない。食事を終えても俺は不思議と冷静な感情のままでいられた。それはもう先や昔の仕事に全く未練がないからなのだろう。朝の準備をいつものように終わらせてお客様を送り出していると、今日の最後のチェックアウトのお客様が立たれた直後に、聞き覚えのある声に名前を呼ばれる。そうた。声の方に視線を向けると、そこには焦ったような表情でサキが立っていた。サキ、なんでここへ？装いを見ても、あまりに軽量な荷物で宿泊しに来たようには到底思えない。5年もの間音信不通だった元彼の前に突然現れるなんて、一体どういう風の吹き回しだろう。しかも、別れた時のあの言葉も、俺は今でも鮮明に思い出せる。父の会社が倒産して、借金が大変なの。ねえ、そうた、私と結婚したかったんでしょ？やっぱり結婚して。俺の脳裏には、さっき見たテレビのニュースが蘇る。平社員だった頃、自分のことしか考えずに俺のプロポーズを断った先に、今度もまた彼女の都合で求婚されている。このまま彼女の言いなりになれば、俺は一生彼女に振り回された人生を歩むことは目に見えていた。5年を費やして今の環境を作り上げた俺には、もう家族のことをひどく罵るようなサキと結婚する理由が少しもなかった。サキは必死になって俺にすがりつくように近づいてくる。ちゃんと断りを入れよう。5年の間にもう俺はあの頃とは変わったんだから。悪いけど君と結婚するつもりはないよ。必死の訴えを拒絶する言葉にサキはただ目を丸くして言葉を失っていた。きっと彼女の中の俺は気が弱く、まだ自分のことを好きでいてくれているとうぬぼれていたのだろう。なんでよ、私から直々に結婚を申し込んでいるのに。少しの沈黙の後、思い通りにいかないことに腹を立てたサキが逆ギレを始めた。付き合っていた当初なら、俺は彼女をなだめるために下手に出ていただろう。けれど、もうその必要もない。月日が流れても何も成長していない彼女の姿に、俺は少し哀れみさえ覚えていた。そうだ、お母さんの世話だって大変なんでしょ？結婚したら私も時々手伝ってあげる。母のことに簡単に触れる無神経さに、俺はいささか腹が立ち、語気を強めた。心配してくれるのは嬉しいけど、俺たちだけでなんとかなってるし、別に必要ないよ。再び彼女の提案を突っぱねると、二度も拒否されたことに、サキはプライドを傷つけられたのか、ますます怒りをにじませる。俺たちが玄関先で言い合いをしてると、中から車椅子の母がゆっくりと顔を出した。想像しいわね。何が起きているの？母に簡単に理由を説明すると、サキは俺に対する態度から一変、母に媚びを売るかのように接し始めた。息子さんと結婚しようと思ってやってきました。何でもしますから、お母さんからも言ってください。お願いします。甘えるような猫なで声に、俺は深いため息をついて呆れていた。すると、にこりと微笑んだ母は、サキに優しい口調で言った。ちょっと遅かったわね。さっきの会話も全部聞こえていたから、あなたが私の介護を嫌がっているのも知っているの。笑顔の奥の心は決して笑っていないことが隠した語気から伝わってくる。母の言葉にさっきまで慣れ慣れしく話しかけていたサキは顔色を青くして黙り込んでしまった。それに社長令嬢として自由にお育ちになったお嬢様には老舗旅館の女将なんて窮屈なところに嫁ぐ必要なんてないわ。もっと自分らしいお相手をお探しなさい。そう言い残し、
母は俺を仕事に戻るように声をかけ、一緒に中に入っていった。母に完全に断りを入れられたサキは何も言えずに、そのまましばらく佇んでいたようだった。数日後、サキが俺のところに来たのは、会社の倒産が関係していたのは間違いない。自己破産をした父親に、実は会社の金を使い込んで、他の女と浮気をしていたことが発覚。奥さんにも見限られた上に、借金まみれの生活になったことで、その環境から抜け出したかったのだろう。父親の金を当てにして、職にもついていなかったサキは、生活をするのも精一杯になっているんだそうだ。少し同情する点もあったが、彼女が母に対してお荷物と言ったあの言葉が、俺にはどうしても許せなかった。目先の幸せばかりを追うのではなく、人間としての慈悲や愛情を兼ね備えていれば、彼女にはきっとお金を失っても残るものがあったに違いない。そんなたらればを頭の中で咀嚼しながら、俺は目の前の現実に目を向けていた。旅館を継いで5年。療養もでき、仕事への気持ちも再燃した母は、医者も驚くような回復力を見せた。もう一生車椅子での生活だろうと言われていた母は、今ではゆっくりではありながら、自分の足で立ち上がり、歩行できるようにまでなった。これからも幸せな日々に感謝しながら、俺は今日も自分ができる精一杯で誰かを笑顔にすることを心がけている。